しじみ30分メイキング。こんにちは。地味にしじみが制作したイラストに関しまして、書き込みについて詳しく見たいというありがたいお便りを多くお寄せいただきましたので、今回は書き込みをメインとした構成でイラストのメイキングをお見せしたいと思います。制作するのはこちらのイラストです。書き込みの工程をメインにお見せするだけあって、ディティールにこだわって制作しました。材料はこちらです。13インチの iPad Pro 2024年モデル、Apple Pencil 第2世代、ツアーボックスエリートプラス、任意で気分が上がるお菓子を用意します。iPad の画面にはワコムさんのペーパーライクフィルムを貼っております。キャンパスサイズは 5787×8185 ピクセル、350dpi、制作時間は47時間、使用するペイントソフトはプロクリエイトです。プロクリエイトの値段は1800円で買い切りと、とても良心的ですが、iPad でしか使用できないソフトですので、ご注意ください。まずは下ごしらえです。イラストの完成イメージを決めるためのカラーラフを制作していきます。今回は書き込みの工程がメインなので、ここは軽く説明します。はじめに、どういうイラストを描きたいかを書き出して整理していきます。今回は金属の質感をメインに描きたいと思っていたので、金属でできた花をモチーフに制作していこうと思います。花の柔らかい質感を硬い金属で表現するというギャップを作り、目を引くイラストにしようという試みです。構図を頑張りたいと思っていたので、モノクロラフで構図案を複数出して、明暗のバランスを確認しつつ比較検討していきます。完成したものがこちらです。メインである金属の花を大きく見せられる構図にしました。カラーラフができたので書き込みの工程に入ろうと思うのですが、その前にこちらの夜間のイラストの制作を通して書き込みの手順と使用ブラシをご説明したいと思います。よければ皆さんも一緒に書いてみてください。まずはルークというブラシでカラーラフの下書きを元に物の当たりを取ります。このブラシはアニメーションブラシライブラリのブラシセット、スケッチの中に入っています。Apple Pencil を立てて使うと鉛筆のような線が描けて、ペンを寝かせて書くとタッチが変わり、本物の鉛筆みたいに書けるブラシです。このルークというブラシはプロクリエイトドリームズ限定なので、プロクリエイトドリームズを購入しないと使えないのですが、代替えとしてクラシックライブラリの 6B 鉛筆やプロクリエイトライブラリのわらたの花などが使えると思います。当たりを描いたレイヤーはレイヤーモードを焼き込みカラーか焼き込みリニアにしておくと線の色が馴染むのでおすすめです。次にリンタリングというブラシを使って大まかに色を置いていきます。実際の1枚絵の制作ではすでにカラーラフで使う色を決めているので、カラーラフの色をスポイとして色を置いていきます。このブラシもアニメーションブラシライブラリの中のウォッシュブラシセットの中にあるブラシで、水彩っぽい質感の中にガサッとした質感があって、塗るだけで手軽に情報量を上げられるブラシです。プロクリエイトドリームズを持っていない場合の代替えとしては、クラシックライブラリにあるギザギザブラシとプロクリエイトライブラリにあるレナが使えるかなと思います。この時は質感を細かく入れずに、筆のタッチを残すこととグラデーションを作ることを意識して色を置きます。次に円ブラシというブラシを使って質感やハイライトを足していきます。円ブラシはクラシックライブラリのペイントに入っています。円ブラシはこのように筆圧によって不透明度が変わり、色を塗り重ねられるベーシックなブラシです。より色の重なりを出すため、ブラシの不透明度を 70% くらいにして使用します。この段階で木の木目や岩のゴツゴツとした質感を描き足したり、色数を増やしていきます。この時に影の中に補色を入れると色数が増えて賑やかなイラストになります。今回のイラストだと青い夜間の影には青の補色である黄色を混ぜています。この時にグレーも一緒に混ぜるとより深みのある色になるぞ。最後に先ほども登場したルークを使って細部を整えていきます。線画やリムライトを足して物のシルエットをはっきりさせたり、ペンを傾けた状態でハッチングを追加して立体感や情報量を足したりします。細部を書き込む際、単調に見える箇所があったらリンタリングで質感を足したり、円ブラシで色数を増やしたり、
工程を行ったり来たりしながら塗り込みを進めていきます。また、ルークのようなザラッとしたブラシを細部の処理に使うと、どうしても境界がふわっとして不明瞭になることがあるので、金属やメインモチーフの輪郭のように、エッジを強調したい部分があったら、シロップのようなパキッとしたブラシを使うといいと思います。こんな感じで、ブラシをうまく使い分けて塗り込んでいきます。使用するブラシに関しましては、描きたいイラストの雰囲気に合わせて毎回違うものを使っていることが多いのですが、線画用、大まかな塗り用、質感用、細部用にそれぞれ使うブラシを決めておくと進めやすいと思います。大まかな塗りに複数のブラシを使って筆のタッチに幅を持たせたり、それぞれの工程に複数の種類のブラシを使用しても楽しそうだな。今回はちょっとアナログっぽいブラシのタッチを残したイラストにしたいなと思っていたので、テクスチャのあるブラシを多めに使用しています。プロクリエイトではアップデートで新しいブラシが増えたり、お優しい方がブースなどでカスタムブラシを頒布している場合もあるので、いろいろ試して使いやすいブラシを探してみてください。それでは先ほどのカラーラフを書き込んでいきましょう。ここからは、編集してつなげた画面収録を流しつつ要点を解説、そしていただいたご質問にお答えしようと思います。再生速度は5倍にしています。画面酔いにご注意ください。まずは人物から書き込んでいきます。書き込む際に単調に見えるところがあったら、周りから色を持ってきたり、サイドや色相を調節して新しい色を作ったりします。この時、例えば目とか髪とか、目立たせたいところに彩度高めの色を使うと視線誘導になります。ここで使用するブラシに関しましてご質問をいただいておりますのでお答えしたいと思います。ザラザラしたブラシは可愛いですが塗りづらいですよね。対策としては制作の工程すべてにザラついたブラシを使うのではなく、下塗りや書き込みなどの一部の工程だけに使うことが挙げられるかなと思います。色数を増やすときや滑らかな質感を表現するときでは円ブラシのような癖のないブラシを使った方がやりやすいですし、エッジを整えていくときはパキッとしたブラシを使った方がかっこよく仕上がる場合もあります。ザラッとしたブラシとベーシックな癖のないブラシを使い分けていくといいのかなと思います。地味にしじみに憧れて背景を描き始めたとのことを恐れ多くも嬉しく思います。ご質問ありがとうございました。お次に作業机周辺を書き込んでいきます。まずは金属製のライトを書き込みます。コントラストが高く、画面中央に配置されていて結構目立つので、丁寧に書き込んでいきます。金属は周囲の景色を反射するので、周りの色をスポイトして乗せてみるとそれっぽくなります。ライトのような人工物は、物の角、いわゆるエッジに光を当てるとかっこよくなります。ライトの造形がちょっと単調すぎる気がしますが、一旦後回しにして小物の色を塗り分けたり、線画を描き加えたりして全体に手を加えていきます。今は手前のミニ引き出しを書き込んでいます。やけに丁寧に書き込んでいますが、あまり目立たないし、この後物で隠れちゃうのでやや無意味になっています。楽しくてつい書き込みすぎてしまうんですよね。
金属製の棚を書き込んでいます。ランプ同様、周りの色をスポイトしてポンポン乗せていきます。今は机の角っこを書き込んでいますね。ここは遮るものもないし、割と目立つところかなと思ったので、塗装の剥がれやへこみを出して年季が入ってる感じを表現しつつ、丁寧に書き込んでいきます。ここで円形、奥の棚の書き込みに入りました。円形は書き込みすぎてしまうとやぼったくなってしまうので、コントラスト低めを意識し、書き込みはシルエットを整える程度にとどめておきます。円形の処理はとても難しいところだと思っていて、書き込みすぎてしまうと遠近感が出なくなってしまうし、逆に物量が少ないとスカスカに見えてしまって悪目立ちしてしまうことがあるので、色相やサイドをコントロールしたり、物のシルエットを複雑にして適度に情報量を上げていきます。ここで背景の奥行きについてのご質問にお答えしようと思います。奥行きのないチープな絵になってしまうとのことをとってもよくわかります。背景描かれる方ならみんな持っている悩みではないでしょうか。奥行きがうまく出せないよくある理由としては、物の側面を圧縮できていないことが原因に挙げられるかなと思いました。例を挙げると、このイラストの場合手前にあるお店の側面は大きく見えていますが、遠くにある建物は側面がほとんど見えず、ハリボテのような状態になっています。建物のような人工物だけでなく、森のような自然物を描く場合も同じで、奥に行くほど木の側面が圧縮されて密度が高くなります。圧縮は地味にしじみもとても苦手なのですが、奥にあるものはハリボテがたくさん重なっているイメージで描くようにすると、ちょっと描きやすくなりました。圧縮の詳しい原理について知りたい場合は、カメラの望遠レンズについて解説された記事を見てみるといいと思います。あとは商店街とか路地裏とか建物が連なる場所のスケッチを撮ってみると、遠くにあるものがどれくらい圧縮されるのかがよくわかるのでおすすめです。2点目のご質問に関しまして、風景や建物の内装の資料としておすすめの書籍をご紹介します。1冊目は一人旅研究会著ノスタルジック写真集、2冊目は最高の建物を描く技術です。こちらこそ
日頃からイラストや動画を見ていただけているとのことを嬉しく思います。ご質問ありがとうございました。メインの花の書き込みに入りました。先ほどの夜間のイラストのように、まずは色をペタペタと置いていってから細部を書き込みます。金属が持つ周囲の色を反射する性質と、花が持つ柔らかい質感や曲線のフォルムを落とし込んでいきます。花とか布とかの柔らかいものの質感表現の個人的なコツとしては、薄い影を細かく入れることだと思っています。先ほど書き込みした紙や服にも、ところどころに薄い影が入っています。花びらの縁のひだみたいになっているところも、濃すぎる影やハイライトを入れず、薄い色を塗り重ねることを意識すると、柔らかさが表現できるかなと思います。ここで、レイヤーの分け方についてのご質問にお答えしようと思います。以前は近景とか人物ごとにレイヤーを分けていたのですが、最近はカラーラフの上に新規レイヤーを作って書き足していくという形をとっています。何かものを書き足すたびに新規レイヤーを作り、統合しても良さそうなレイヤーがあったらその都度結合して書き進めます。線画の色トレス、なじませ方については、今回のような厚塗りのイラストの場合は、不透明度を下げた円ブラシで線の上に背景の色をかぶせると、線がなじむかなと思います。あるいは線が太すぎるのも、線画が浮きすぎてしまう原因の一つだと思うので、線を細く描く、または太くなってしまった線を削ると改善するかもしれません。塗り方気に入ってくださって嬉しいです。ぜひ今回の動画を参考に塗ってみてください。
虫眼鏡の書き込みをしています。カラーラフの段階はなかったものですが、新たに物を追加するときは、一旦大まかな塊で物を置いて、画面を引いてバランスが崩れていないかを確認してから書き込みます。最後にメタリック桜の書き込みをしていきます。細かくて大変ですが、かなり目立つ存在なので、人物の顔付近にあるものは特に丁寧に書き込んでいきます。逆に人物から離れたところにある桜はそこまで書き込まないようにしてみました。というわけでやっと書き込みが終わりました。最後に、清書時のキャンパスとアスペクト比が同じの 2894×4093 ピクセルのキャンパスを新規作成し、制作したイラストを貼り付け、色味の調節をしていきます。ちょっと縦に間延びしている印象があったのでトリミングしました。完成です。基本的にはいい感じの出来になったと思いますが、手前のでかい花がメインなんだか、人物がメインなんだかよくわからなくなってしまったことが反省ポイントです。見せ場を絞るのがめちゃくちゃ苦手なので、どうにか改善策を見つけていきたいです。反省点も多いですが、今までで一番時間をかけて書き込みに専念した分、学べることが多かったので制作してよかったです。過去最長の動画となってしまいましたが、ここまでお付き合いくださりありがとうございました。最後まで見てくださった皆さんには、おめでとうございます。お寿司の写真をプレゼントします。この動画が書き込みの際の参考になりましたら幸いです。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。人生にしじみあれ。